雪の女王。7つのお話でできているおとぎ物語。作ハンス・クリスティアン・アンデルセン。翻訳楠山正夫。出典青空文庫。第一のお話。鏡とそのかけらのこと。さあ、聞いていらっしゃい。始めますよ。このお話をおしまいまで聞くと、だんだん何かがはっきりしてきて、つまり、それが悪い魔法使いのお話であったことがわかるのです。この魔法使いというのは、仲間でも一番いけないやつで、それこそ、まがいなしの悪魔でした。さて、ある日のこと、この悪魔は大層なご機嫌でした。というわけは、それは鏡を一年作り上げたからでしたが、その鏡というのがどんな結構な美しいものでも、それに映ると、ほとんどないも同然に縮こまってしまう代わり、くだらない、みっともない様子のものに限って、余計はっきりと、いかにも肉々しく映るという不思議な性質を持ったものでした。どんな美しい景色も、この鏡に映すと、憎たらしたほうれん草のように見え、どんなに立派な人たちも、嫌な格好になるか、胴体のない、頭だけで、逆立ちするかしました。顔を見違えるほど歪んでしまい、たった、一つぼっちのそばかすでも、鼻や口いっぱいに大きく広がって、映りました。こりゃ面白いな、と、その悪魔は言いました。ここに、誰かが、優しい、つつましい心を起こしますと、それが鏡には、しかめっ面に映るので、この魔法使いの悪魔は、自分ながら、こいつはうまい発明だわいと、つい笑い出さずには、いられませんでした。この悪魔は、魔法学校を開いていましたが、そこに通っている生徒どもは、今度不思議なものが現れたと、方々触れ回りました。さて、この鏡ができたので、初めて世界や人間の本当の姿がわかるのだと、この連中は、吹聴して歩きました。で、方々へ、その鏡を持ち回ったものですから、とうとうおしまいには、どこの国でも、どの人でも、その鏡にめいめいの、歪んだ姿を見ないものは、なくなってしまいました。こうなると、図に乗った悪魔の弟子どもは、天までも登っていって、天使たちや神様まで、笑い草にしようと思いました。ところで、
高く高く登っていけば、行くほど、その鏡は余計ひどく、しかめっ面をするので、さすがの悪魔も、おかしくて、持っていられなくなりました。でも構わず、高く高くと登っていって、もう神様や天使のお住まいに近くなりました。すると、鏡は相変わらず、しかめっ面しながら、激しくブルブル震え出したものですから、ついに悪魔どもの手から、地の上へ落ちて、何千万、何億万、というのでは足りない、大変な数に、細かく砕けて、飛んでしまいました。ところが、これがため、余計下界の災いになったというわけは、鏡のかけらは、せいぜい砂粒くらいの大きさしかないのが、世界中に飛び散ってしまったからで、これが人の目に入ると、そのままそこにこびりついてしまいました。すると、その人たちは、何でも物を間違ってみたり、物事の悪い方だけを見るようになりました。それは、そのかけらが、どんな小さなものでも、鏡が持っていた不思議な力を、そのまま、まだ残して持っていたからです。中にはまた、人の心臓に入ったものがあって、その心臓を、氷のかけらのように、冷たいものにしてしまいました。そのうち、幾枚か大きなかけらもあって、窓ガラスに使われるほどでしたが、そんな窓ガラスの内から、お友達を覗いてみようとしても、まるでダメでした。他のかけらで、メガネに用いられたものもありましたが、このメガネをかけて、物を正しく、間違いのないように見ようとすると、とんだ騒ぎが起こりました。悪魔はこんなことを、大変面白がって、お腹をゆすぶって、くすぐったがって、笑いました。ところで、他にもまだ、細かいかけらは、空の中に漂っていました。さあ、これからがお話なのですよ。